はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月前半のタロットリーディングと星の補足説明させていただきます。お願いします。カペラノートのご予約本当にありがとうございました。PDF 販売は11月末からになります。もしノート予約しそびれたよっていう方はですね、少しだけ11月末に入荷しますので、またそちらを11月28日ぐらいにチェックしていただければと思います。お願いします。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスエース、カップ5の逆、ワンド3、ソードエース、吊るし人逆、ワンドクイーン、そしてペンタクルス2の逆。気をつけること対策が女帝と太陽、とオラクルはペンタクルスのキングです。安定してるって感じですね。すごいね。ちょっとまず星の話ですが、11月1日は新月になります。でこの新月はさそり座で起こる新月なので、さそり座の皆さんにとっては本当にここからいい切り替えになると思います。どのようなことでもです。シンプルに今ねお誕生日迎えてる方もいらっしゃると思うので、おめでとうございます。誕生日からでもこう自分自身が変わるぞって、新しくなるぞっていうふうに決めていただいたらすごくいい流れになりやすいです。でさらに11月1日からこう心機一転何か決めるっていう風になると、特にそれが自分にとっていいことを自分に与えてあげようっていう風に何かを一つ決めていただくと、これものすごく長く続く自分への恩恵になりそうです。とてもいいですよ。これ1年を通しての目標を立ててもいいし、別に1ヶ月だけでもいいんですけれども、でもなんだか今決めたことっていうか、この11月の前半に決めたことっていうのが本当にスムーズにそのように流れていくって感じがするので、ぜひ吟味してね、ご自身の人生でプラスになるなと思うことを意図してみてください。そして11月4日から火星というバイタリティとか勇気とかチャレンジというエネルギーのね星が獅子座に入るということで、さそり座の皆さんにとっては社会に対して挑んでいけるっていう風になるんですね。一生懸命仕事頑張るよっていう風になる方もいらっしゃれば、もっと自分の世界を切り開いていくっていうことで、何か外に行く機会が増えるとか、チャレンジしてみようみたいな感じになる方もいらっしゃるかもしれません。シンプルに仕事が忙しくなるっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、それだけ自分が仕事をこなせる、切り開いていける、バイタリティ使えるっていうような流れがあるということです。例えば普段だったら上司にはこんなこと言えないけど今なら言えるみたいな形でね切り開いていくっていうこともできそうです。そして11月の後半になってくるとまたね心の中で大きな動きがありますので、本当に今決めたことっていうのがなんかカチッと揃って、運勢とね自分の気持ちの何かでもカチッと揃って、そこから展開していくよっていう感じがするので、すごく本当に新しいこと何でもいい感じがします。いつでもリセットできるって思っておいてください。前こんなことしちゃったしなとか、いやここまでもうこうだったしなとか、もう過去は関係ない。もう今からいつでもリセットして自分らしく生きれるし、自分にプラスになるように行動できるっていうふうに思っておいてください。でカードで見ても非常にいいんですね。これまで起きた出来事の中で 100% 満足だってことではなかったとしても、多少仕方がないかなっていうふうに妥協したりしたことであったとしても、その状況の中から自分にとってプラスなことっていうことをちゃんと見つけられてますよねって感じがあるんですね。不利な状況だったり、ちょっとこれ思ってたのと違うなってなっても、でもその中で最大限に自分を生かしたり、できることを受け取れることを有益なことっていうのをちゃんと見つけてきましたよねっていう感じがすごくしてますよ。そしてこのエネルギーのまま未来を見ていこうとしている、いいです。とても準備しているっていう感じがします。なので何かをね今決めてやっていくっていうのはとてもいいです。エースっていうことでエースがね2枚出ていて、これは本当に新しく切り開いていくよっていう時なので、この新月とぴったりですね。でその後吊るし人の逆が出ているので、ご自身が思ってるほど情報が早くて現実が追いついていないということもあるかもしれません。情報とか思考とか計画っていうものはどんどん出来上がっていくけれども、でも現実が追いつかないよみたいな、もっと時間が欲しいとかもっと経費が欲しいとか何かが
こう必要だみたいな感覚あるかもしれませんが、でもその状況だからこそ気づくことがあるという形で、何かに気づくよねっていう感じで言われています。とてもいいと思いますね。ちょっとね先の話になってしまいますけど、やっぱり2025年の後半からは木星が蟹座に入るということで、非常にさそり座の皆さんにとっては自分のこれから進むべき道、専門性とかね、本当に広げていきたい分野みたいなのがはっきりしてくるので、今っていうのはちょっとトンネルの中でいろいろ準備したり模索したりとかしている時なのでね、そんなに思うほどスピード感がないって思ったとしても、でもその状況の中でしっかりと体験できることを体験し、学べることを学び、ちゃんと自分の血肉にしてますねっていう感じがあります。でその後ももうワンドのクイーンということで、もうしっかりと自分が何をすべきか分かっているっていう感じで、これは非常にビジネスにおいては、もしくは家庭生活でもそうですけど、非常に有益なカードになりますので、しっかりと自分のバイタリティや目標ややるべきことを進んでいく方向に対して着実にやっているっていう感じですね。でその上で自分の喜びや趣味の時間っていうのもちゃんと入れたり、また経済的なことに関してもやりたいことをやっていく上でちゃんとお金回ってますよって感じで言われているので、結構いいですね。今年の大きなテーマとしては、その見えない恩恵を受け取るっていうものがあるのでね、これは例えば株とか保険とかそういったもの、証券とかそういったものが返ってくるよとかいうのもあれば、見えない宇宙貯金っていうものがどんどん溜まっていて、何か違う形で自分が受け取るよっていうこともあるんですけど、やっぱりここでもうオラクルがペンタクルスのキングなので、しっかりとご自身がやってきたこと、経験してきたこと、仕事でもプライベートでも趣味でも何でも、その自分がやってきたことっていうのは着実に自分の価値につながってるし、それはまるで貯金を貯めていってるかのような感じがあります。でそれをうまく活用してる感じがするんですね。これは人の縁もそうです。自分がいつも誰かに対して何かをしてあげてるからこそ、その見えないエネルギーっていうのがどこかからまた自分にやってきて、誰かにすごく親切にされるとか優しくされるチャンスが巡ってくるっていうこともあるし、例えば金銭に関してもこれまでも何とか切り詰めてやってきたけれども、今は使う時だみたいな形で何かに挑戦したいっていう、何かお金をかけてでもやりたいっていうふうに思ってるかもしれませんね。でもそれらが全部含めて自分の本当に豊かな人生の一部になってますよねっていう感じで言われているので、ぜひその自分がこれまでやってきた功績とか経験っていうものを自分で褒めたたえてほしいなと思います。やっぱりオラクルがね、もうこの太陽女帝ってどうですか、この明るいカードこの明るいカードがもう本当に祝福してるっていう感じがあって、なんていうのかな、今本当に新月って本当は光がねない状態で、ここから膨らんでいくんですけれども、でもお誕生日という一年の中での重要な時期としてすごく宇宙からの恩恵が届いてる、もうスポットライトが今さそり座の皆さんに届いてますよねっていう感じで、このスポットライトっていうのは何も他者に見せるためのスポットライトではなくて、自分で自分の良さをしっかりと把握しましょう。ここまでやってきたことどれだけ素晴らしいか自分でちゃんと認識しましょうみたいな感じを受けました。これを踏まえた上でちょっと、仕事のことにさせてくださいね。仕事、ワンド9、ワンド3とソードの9ということで、やはりワンドの3が2枚出てるっていうのは、その未来を見てる力がすごく強いですね。こうやっていけばきっとこうなっていく。でこれは本当に何の価値にも代え難いみたいな、すごくその自分の情熱を燃やすものがある。でそのための努力をしたいんだということで、非常に何かを着実に準備しているって感じがします。なのでお仕事に関してはもしかしたら少しこまごました仕事っていうものが多かったりとか、華やかなね表舞台というよりは裏でもう本当にいろいろこまごまやらなきゃいけないとか、準備がすごく手間がかかるとか、勉強にしても何にしてもそんな感じがありますが、でもその準備したり細かいこととか面倒くさいこと全部含めて、これって将来絶対役に立つよねっていう感じがするんですね。ですのでその今やってるタスクに溺れて精神的に余裕がなくなりやすいので、そこだけ注意かなっていう感じがします。あまりにもタスクが多すぎるとやっぱり何のためにやってたのかなってたまになるじゃないですか。そこだけ気をつけていただければ
こう細々やったりとか準備したりとかこう動いたりとか将来のことを見つめて努力すること全部はすごく価値があるよって言われています。ちょっと人間関係見てみますね。恋愛に関してはこの後すぐに取りますので少々お待ちください。人間関係ね。4、ペンタクス4です。間違えました。さっきワンドの9って言った時はワンドの10でしたね。今ワンドの9が出てます。なので人間関係としてはペンタクスの4とワンドの9とソードの2が出てるんですね。関係性においてはそんなに変わらないです。すごい新しい人がいっぱい出てきてっていうよりもこれまでの関係性っていうものを少し見直そうかなみたいな感じがありますね。長く続いてきた関係だし、大事な人だしいろいろお世話にもなったしとかっていう形ですごく話しがたい関係性なんですけども、だからといってずっと何か自分がそこにこうエネルギーを注ぎ続けなければいけないわけでもないということで、一時的に少し距離を置いたりしてもいいんじゃないかなっていう感じがするんですね。まるでそうしたくなるような感じがあります。自分自身をなんか今何か誰かとの関係性とか人間関係においてすごくなんか温かな喜びとか優しさっていうものがあまり感じないんですよね。どちらかというと自分自身で自分の人生をしっかりやっていき、例えば将来に対しての目標だったりとか仕事だったりっていうことの方がまだ明るい感じで、人との関係ってなるとなんだかとっても大変な面倒くさいことのような感じがしてくるんですよね。また心を開いて相手を信頼してコミットして関係作ってどうこうっていうとしんどいみたいな感じになるので、なんか今その関係性っていうことにあまり注目してないんでしょうね、運勢として。いいと思いますよ。なので人間関係どうですかって言われると悪いわけではないけれども自分の意識があまりそっちに行ってなくて、でなおかつちょっとどちらかというとちょっと置いていきたい、今までのようにはできない、ちょっと保留にさせてくださいっていう形で、それによって相手にもし誤解を与えるんじゃないかっていう心配がちょっとあるけど、でもちょっとごめんなさいみたいな感じでね、ちょっと置いとかせてくださいって感じがします。でもそれによって壊れることはないんです。あくまでもピースということで状態はいい状態、今までの状態のままいるんですけど、気持ちや状況やエネルギーっていうのがあんまりそこに入らないなっていう感じです。そんな感じですね。ちょっとまたね詳しく恋愛のことは見ますので、これを全部踏まえた上で最後にもう一枚オラクルカードを引かせてください。はいリラクゼーションということで、このカードを見て何かしら感じることがあればぜひ皆さんもメッセージご自身の直感を使ってね受け取ってみてくださいね。どう思いますか、このカードを見て。なんかもっとリラックスしていいんだよみたいなね、自分にとって楽しい時間を過ごしてねっていう感じ。寝たかったら寝てもいいし、とにかくゆっくりしてねって感じがします。ここでもね少し思っているほどの動きというよりは少しゆっくりしてもいいんだよって、ゆっくりすることによって気づくことがあるからねっていうふうに言われているので、全然焦らずゆっくりとそのまま過ごしていただいても十分に豊かなものっていうものを体感できるんだと思います。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると本当に嬉しいです。ということでまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。